他人が無駄と思うことこそ、趣味なのさ。やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。今回は、偶然このチャンネルを見てしまった人が感じる、なんでこいつらイヤホンポコじゃかかってるんだ、という疑問に、中の人の視点でお答えするぞ。まず、イヤホンが好きな人は、前提として音楽が好きだ。以前は CD などの音源を毎月購入することに予算を取られていたんだけど、最近はサブスクライブにより、必要な予算が一気に減った。つまり、音楽に使うための予算に、少し浮きが出たってわけだ。CD のスペースがなくなったので、空間にも余裕ができた。その上で、音質とかにこだわり出すタイプは、もちろん再生機器にこだわる、ってところまではわかる。ただ、良いの一個持っておけばよくない？って考えになるよな。そこを崩すのが、イヤホンの多様化だ。もともと、大きなスピーカーやヘッドホンに比べて集めやすいサイズ感に加えて、イヤホンは低価格でもとても多種多様。特にこの傾向は、イヤホンのスピーカーを複数組み合わせることが一般化した、2010年代以降に顕著で、音が良い、というくくりだけでは話せない、めちゃくちゃ多様なイヤホンが買えちゃう。スピーカーの大きさ、中身と外身の材質、スピーカーの数、種類、コーティング、デザイン、さらにそこに、作った会社の味付けまで加わると、2000円のイヤホンと縛った中でもめちゃくちゃ豊富な選択肢が発生するんだ。おまけに、低価格系のコレクターが集めるイヤホンの大半は、2000円から1万円程度、交通費込みでハイキングしたりすると余裕で超えていく金額だったりすることに気づいたかい？おまけに、イヤホンは、一度買ったら駅を高速で移動する謎のババアにケーブルを引っ掛けられて吹っ飛んだりしない限り、何度でも使えるので、一度行ったラーメン屋がお気に入りになったら、食べ放題になるような状態だ。でも、無線イヤホンがあるんですよ、知ってました？という意見があるのはよくわかってる。じゃあなんで時代遅れの有線イヤホンを集めてるんだ？という考えもごもっとも、一概には言えないんだけど、これはスマホと据え置きパソコンの関係に近い、よりでかい電力を使える、でかいものの方が、制限がないので、同じ値段で性能を上げやすい、と考えよう。無線機はバッテリーで小さな電力を供給するものが多いんだけど、有線機はそこを気にせずジャブジャブ使えるし、無線機のバッテリーが入ってる空間も音作りに使えるんだ。同じ値段で作ると、有線機の方が有利だってわかるよな？おまけに、専用プレイヤーなんかでさらに空間と電力とコストをジャブジャブ使えるので、結果、マニアは有線機の方を集めることが多い。あと無線機を集めすぎるとバッテリー管理に失敗して死なせることも多い。ここら辺は有線無線両方持ってる人が多いな。不便は趣味人にとって楽しみなのだ。というわけで、ソシャゲの課金よりかは、随分低コスパで遊べる趣味、ということに気づいただろうか。1ヶ月に2台イヤホンを買ったとしても、意外や意外、案外安く上がるもんだ。おまけに、コレクションが増えるほど、その日の気分に合わせて使える機種が増えていくわけだしな。最後にちょっと軽く、2000円周辺のイヤホンをいくつか見ていこう。KZZS トクス、個人的に一番おすすめの入門機だ。このイヤホン、普通のイヤホンを使ってる人からすると世界が変わる、大きめのダイナミックドライバー。中国系イヤホンで流行っている、20軸回路構造。それから、聞き慣れないバランスドアーマチュアという BA ドライバーが組み合わさってる。高音の質と低音の量感がまるで違う。若い人でも購入できる値段と、耳掛けのおかげで、有線イヤホン特有のタッチノイズも少ない。2年ほど前に、有線イヤホン好きの絶対数を随分増やした1台だ。TRN-MT1、割とオーソドックスな音がするんだけど、800円程度できちんとしたイヤホンが買えてしまう。このブランドは、3万円くらいのイヤホンも販売しているが、この低価格でこれが作れるなら、上位機種はどうなってるんだろう、という興味を湧かせてくれる1台だ。上位機種だと、TA1 というモデルとかがおすすめだぞ。ムーンドロップクワークス、国内でも簡単に買える、入門中の入門機、国内のものと音は近いけど、コレクションの第一歩としては面白い。やはり、今のイヤホン、特に頑張ってる会社は、この価格でここまでできるのか、というのを再確認できる一台になるだろう。そんなわけで、選択肢はいくらでもある。ただ、家電量販店とかの品揃えよりかは、同じ金額を握っていくなら、都市部の大型家電量販店や、専門店などに顔を出すか、ネット上で話題になっているものを、Amazon や中国からの直販で購入してしまった方が、まるで価値が異なるイヤホンが手に入るぞ。そんなわけで家族がイヤホン大量に買ってて怖い、というそこのあなた、意外にコスパがいいので、そのまま見守っててくれると嬉しいな。面白そう、と感じた人は、ZS トクスあたりから始めてみてくれ。そんな感じでまた会えたらいいな。